はい、皆さん、こんにちは。私の名前はイージーミーです。よろしくお願いいたします。出身はどこですか？出身はミャンマーのヤンゴンですね。昔は首都でしたが、今238年の後からはミャンマーの首都はネビドに変わりました。ミャンマーの好きなところは何ですか？そうですよね。で、私の国ではなんか135民族があります。で、言語も違うし、文化も違うし、食べ物も違うので、そういうところが好きです。いつも私、なんかヤンゴンにあるいろいろな民族のお店とかに出て、なんか食べ物を食べるのはちょっと楽しみ、なんか一つです。いつも友達と好き合ってっていつも言っている。あとはなんかミャンマー人で本当はもともとなんかなんでかな、温かい人が多いと、ちょっと私、自分的にはそう思っています。で、外国人が来るとみんなすごく嬉しくて、なんか挨拶したい、それとか、今はちょっと変わってるかもしれない。なんか生活のなんか、辛さでみんな心も変わってるかもしれないけど、昔は、一年中お祭りとかもあるし、なんかみんな、楽しくいろいろな、イベントに参加してて、温かい国でした。そういうところは好きでした。恋しいことは何ですか？で昔は、今みたいな、映画とか映画館とかなんか、ない時日本の、歌舞伎みたいな感じで延期のなんか、いつも、冬でしたね。12月ぐらいはそういうなんか、歌舞伎と同じみたいな、どう言いますかこれ、延期ですか？合ってますか？演技だと思います。はい、なんか演技があります。その時は家族みんな多分、自分の家族と一緒に夜7時から朝5時までこの前に座ってて見たのが恋しいです。今はそういう文化がもうなくなっています。はい、とてもなんか、人がなかなか行けない中、田舎とかにはまだやってるかもしれないけど、今はもうなくなっています。これが恋しい、なんか一つのミャンマーのことでした。ミャンマーで何をしましたか？仕事そうとですね。か何か？私2010年になんか卒業しました。でその後はなんか大学院としてなんか大学を通いながら、政府の仕事をやりました。政府の、事務員として2年間ぐらい働きました。そして事務員として何をしましたか？で私が、担当した、どうかな、私の専門は電気です。それでミャンマーでは日本と違って、例えば福井県なら福井市、堺市、そういうなんか、町になんか、国民たちのための何かな、発電機の、日本語ね、トランスフォーマーステーション。オッケーオッケーオッケー。私も日本語わかりませんけど分かってます。トランスフォームステーション。ちょっと見ます。何？あります。変電所で。変電所は何をすると、これ電圧を変える他にも、で発電所を発生した電気の送り先を振り分けたり、そうですね、そういうところで。そういうところで私は1時間以内のこの、電気のなんか、データの管理やりました。ミャンマーで。ミャンマーで。そんなに難しいことじゃないんです。一回この、変電所の中にあるこの、ステーションのなんかデータを見てメモしたりとか、大体ミャンマーで大学院として、勉強しながらこの、政府のこのいろいろな、変電所で、働いてる人が多いです。で卒業した後はみんなこの政府の社員になります。最初はそう考えてちょっと大学院として勉強しながら変電所で働きましたが、
ちょっと1年経った後は自分が、理想している生活はそういう生活じゃないかなと思っててちょっとやめました。やめました。やめて、日本語を勉強しましたね。6ヶ月ぐらい勉強した後は新聞で、日本で働きたい工科大学卒業している人たちを募集していますよって、それ見ててちょっと申し込みました。それで、採用されて日本に来ました最初。日本語を勉強すると、日本を選んだ理由は何ですか？そうですよね。でもともと私は綺麗なところが好きです。あとはちっちゃい頃、オシェンという映画を見てちょっと雪を見たいという気持ちもあるし、今例えばみんな卒業した後はシンガポールに行くか、オーストラリアに行くかみんないろいろ考えて就職活動していますけど、日本はちゃんと日本語を勉強すればちょっとチャンスがもらえる国ではないんですか。はい、それでじゃあ日本ならいいかなと思ってて日本語を勉強しました。それのきっかけで、新聞で、日本で働きたい人を募集しているってその広告を見ててすぐに応募しました。日本語はどうやってどこで勉強しましたか？そうですね。最初はミャンマーのウィーン学校スクールで6ヶ月間くらい勉強しました。その後は大阪で大阪の私が働いてた会社が教えてくれました。福井に来た時に、福井弁とかはどうでしたか？最初私の試合の中でも福井弁を使って喋っている方も結構多かったので、最初は何言ってるのか分からなかったで、だけど1年間後はだんだん慣れてて、自分は喋れないけど何言ってるのか大体分かりました。わかります。日本はいつからですか？日本は2014年の6月来ました。その最初の日本はどこでしたか？栃木県でした。栃木県栃木県で何をしましたか？栃木県のちょっと会社の名前を忘れましたね。で最初その会社で1ヶ月間ぐらい働いてて、仕事を辞めてあと大阪で、施工管理として働きました。福井の最初の1年間はどうでしたか？そうですね。私2017年の12月の18日に来日しました。福井に来ました。Oh no。一緒です。ちょっと待って。私はその次の1年間やけど、2017年の12月。はい。その次の1月は大雪日本福井の37年ぶりの大雪につきました。で、前は大阪に住んでいたので雪がそんなに降ってるのを知らなかったで、その日福井に着きました時は私上着なかったのですごく寒かったです。福井駅の前でも雪がいっぱい染まってるのを見てて、雪ですのよね。初めて見たのでびっくりしましたね。意外にすごく楽しかったです。楽しかった。今でも楽しいです。雪が大好きなので。よかった。でも車が降ってるみんなはちょっと嫌と言ってる間、私はめっちゃ遊んでるみたいな感じで。ちなみにミャンマーは雪ありますか？多分上の方はあると思いますけど、私が遊んでるところは一年中は雪は全くないです。そんなに寒くないので、日本の春みたいな秋みたいな涼しさぐらいだけです。なぜ福井県ですか？仕事が福井にあったので、それで仕事で来ました。そしたら栃木から大阪、そしたら大阪から福井？そうですね。大阪で2014年から2015年まで働いてて、あとこの会社の橋を作るプロジェクトがあったので1回戻って2年間ぐらい働いてて、あとは福井に来ました。福井
はいの好きなところは何ですか？福井の好きなところといえば今7年間の間で見つけたのは福井は自然が多くてみんな外国人に対する態度がいいかなと思います、そういうのが好きであと住みやすいです外国人のためあとはなんか食べ物とかも美味しいです自然でそう美味しいです福井県のおすすめは何ですか？そばとあとはカニですカニ。自分好きな一番好きなの自分はカ好きなニです。カニですおお、贅沢ですね。ミャンマーにはカニあれでしょ？ありますけどちょっと違います味もあと食べ方も全く違いますで日本ではちゃんとなんかカニをなんか自然でなんか煮てじゃなくてかな茹でで食べるだけ茹でで食べるだけ、はい、そうです。私の国はなんかソースとかいろいろなんか味付けて作ってるので最初はあまり好きじゃなかったで宮まではそういう食べ方けどもう福井に着いてからはちょっと食べ方は福井の方が好きでだからそういうのがちょっと違うかなと思う食べ方によって味も違います、どうやって福井外国人コミュニティリーダーのことを知るようになりましたか？誰から紹介したというと会社の先輩からで、福井で、国際交流会館があるのでそっちに行ってなんか日本語を勉強すればどうですかって言われてて住所をもらってここに来ました、でその時なんか申し込み書があっててそこでミャンマー人のボランティアの活動をやりますかってそういうなんか質問があるので着しててそこからスタートでした最初来たのは日本語を勉強するため来ててたまに福井で困ってるミャンマー人がいた時は通訳とかできますかって私まだに勉強中だけどちょっと頑張ってやってみようかなと思っててちょっと申し込みました、そしたら、一応福井外国人コミュニティリーダーとして何をしますか？そうですよねで、2020年から今までは大体、福井国際交流会からの、お知らせでこれを見て、ミャンマー人にちょっとなんか、発信することをやりました最初は例えば災害の時は何を準備したらいいですかとかどんなイベントがあるとかであとは、日本のルールについてのいろんなこととかそれやったらいい例えば桜が咲いて間は取ったらダメとかそういうミャンマーと違ってミャンマーはみんな普通に好きなら取っている人はいますけど日本ではそういうのはダメとか、大体、つながりですよねミャンマー人のつながり、そしたら今は何か特別な活動とかはやっていますか？そうですよね、今は、今日生ではずっとなんかメッセンジャーグループでみんなに知らせとかしたりとかしましたがで今は Facebook でなんか福井コミュニティというページを、リーダーさんになんかお願いリーダーさんが担当してやってくれましたので今、ミャンマー人のグループもできました、そしてここから、ボランティア活動をみんなにちょっとなんか伝えています、あとはそうですね、福井で住んでいるミャンマー人の中でサッカーをやりたいなんか、先生たちもいっぱいいたので、彼らが、暇な時サッカーができるようにちょっと今年はそういうのを中心にしてやりたいかなと思って、これから福井外国人コミュニティリーダーとして何をしたいですか？そうですよね、今コミュニティのグループもできたのでこのグループ通じてこれから困っている人たちをなんか、私直接ではなくても、お互いなんか、頼りながら、サポートすること、あとは、福井でもいろいろななんか、季節を楽しめることがあると思うのでなんかそういう情報とかを皆さんにちょっと伝えてじゃあ、みんなが、楽しいなんかね仕事をやりながら
楽しいことも見つけるようにちょっと頑張りたいです。福井外国人コミュニティリーダー以外のボランティア活動をやっていますか？そうですね、やっています。で私の国では2021年の2月の1日から、ミャンマーの軍がクーデターを起こしましたので、ミャンマーで国内戦争で困っている人がいっぱいいます。で、私ができたのはもともと工科大学卒業した人なので、今工科大学工科大学で勉強している人たち、まだ卒業していない人たちをで、日本語を教える、日本語プラスこの専門用的な言葉を教えるボランティア活動を3年前からスタートしました。で、Facebook で富士の花というページを作って、そこで、お金がない人たち、生活は、他の人よりうまくできない人たちのため、日本語クラスを作りました。作って、例えばオンラインでやってるので、オンラインで勉強するためもお金が必要です。だからそれで日本にいる私の知り合いみんなから少しでも毎月もらって、これを皆さんがオンラインでこの、インターネットで勉強できるようにお金を寄付したりとか、はい、そういう活動をずっとやっています。けど皆さんが日本語を勉強してて来日しました。その後からはその授業とかはお金が取っているけど、日本に来る前には苦しい人たちには寄付としてこういう無料授業をやっていました。ずっと2022年の5月からスタートしました。伝えたいこと、言いたいことはありますでしょうか？今、7年間ぐらい福井に住んでいる中で、私が働いてた会社の雰囲気としてはすごく外国人に対しての対応がとても良かった。それで私も今仕事を辞めた後でも感謝の気持ちがまた残ってます。で、ミャンマー人で日本に来たのは仕事をするためです。で、仕事は自分の家みたいなところです。なので、一日職場で過ごす時間が多いので、みんなお互い協力してて優しくいい方法でつながればいい社会になるんじゃないかなと思います。Camera is there. If you want to talk to the camera, you can talk to me. どっちでもいい。Yes. Okay. Yes. Yes, only. How's your English? A little. A little. Yes. どれぐらいわかりましたか？言ってること。今99%。Okay.